迷子になった時に目的地までの道のりが分かっていないと思っていますが、多くの場合、分かっていないのは自分がどこにいるのかということです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第33回です。3月に入りまして、だいぶ暖かい日も出てくるようになりました。今年は寒い冬が続きましたので、春が近づくのがとても嬉しく感じます。それでは今回の内容です。前回から法弁本第2についてお話をしています。今回は法弁本の冒頭から読んでいきましょう。まず、法弁本は次のように始まります。二次生尊、13枚、安定二期、五舎利発。その時、世尊は3枚より安定として立ちて、舎利発に告げたもうと。こういうふうに始まります。意味は、その時、世尊はゆったりと厳かに瞑想状態を解かれて、舎利発に次のように告げられましたという、そういう意味です。この部分は前回の最後のところでもお話をいたしました。序本で瞑想状態、これを三枚と言いますが、その状態にいた釈尊がおもむろに目を開けて立ち上がられたんですね。安静にしてとこうありますけども、この安静は心が安らかでとても落ち着いた状態を言います。ですから、そういった落ち着いた状態ですっとこう立ち上がられて、そして舎利発に告げるわけです。ここで舎利発が出てきます。序本の最初の方でたくさんお弟子さんたちの名前が挙がっている中で、この舎利発の名前もありましたが、法弁本では釈尊と舎利発がこの主役になって教えが展開されていきます。舎利発に関しては第7回の動画でも話をしていますので、そちらもご覧ください。舎利発というのは釈尊の10代弟子の一人です。釈尊の弟子の中でも修行が進んだ10人の弟子のことを10代弟子と言います。その10人の弟子の中でも舎利発は特に知恵が優れていたので、知恵第一と呼ばれます。実は舎利発が知恵第一であるということが、この法弁本で釈尊の説法の相手に選ばれた大きな理由の一つでもあります。法弁本は次のように続くんですね。はい。勝負知恵、人人無量、合知恵門、難芸難入、一切小門、百子仏、小風の知。諸仏の知恵は、甚だ深くして無料なり、その知恵の門は、下しがたく入りがたし、一切の小門、百子仏の知ることあたわざるところなり、こういうふうなお経文です。これ意味は、すべての仏の知恵は限りなく奥深く測ることができないんだと。それゆえに、とても理解しがたく、その門には入りがたい。到底すべての小門や百子仏。これ百子仏は円覚のことですね。円覚たちの知恵では知ることができないんだと、こういうふうなお経文なんです。仏様の知恵というのは大変に深く推し量ることはできない。だから二乗たちでは到底計り知ることはできないんだと。こういう仰せなんですね。これは衝撃的ですね。舎利発にすると、これから真の教えが説かれると思って待ち受けていたところに、ガツンと仏様は、お前たちの知恵では仏様の知恵には到底至ることができないんだと、こう仰せなんです。これは別に舎利発たち二乗に意地悪をしようというわけではありませんし、仏様の知恵がすごいぞと、これ別に自慢をしたいわけでもないんです。仏様と舎利発たち二乗、特に知恵第一と言われた舎利発ですら、仏様との間には現に圧倒的な違いがあるということを知らしめることが大事なんですね。二乗たちは
長い間厳しい修行をする間に増上慢の状態になってしまいました。増上慢ですね。増上慢というのはうぬぼれている状態です。物事をいろいろ勉強した、学んだ、実践した。それは素晴らしいことです。でも、それで全てが分かったつもりになってはいけないわけです。これはまるで現代人のようですね。現代は確かにいろいろなことが分かるようになりました。便利な時代になって、いろいろな科学技術によって、今までは到底できないこともできるようになったんです。今までは立ち向かうことが困難であった多くの病気にも打ち勝つことができるようになりました。でもそれは一部のことであって、すべてを知ったわけではないし、全知全能何でもできるようになったわけではありません。何でもできるようになったわけではないのに、なぜか私たち現代人は何でもできるようになったとこう思ってしまってるんです。話が大きくなってしまいますけど、こんなことがありました。A さんは勉強熱心でいろいろと勉強していました。いろいろと勉強していく中で、たくさんのことを理解していくようになったんだと思います。ある時 A さんは B さんに自分が分かったことを話していたんですね。で、その話し方、話しぶりはまるで B さんが何も知らないかのように、A さんは話をしていました。でも私は B さんがものすごい長い間勉強してきたことを知ってるんですね。で、そんなことはもう知っているよと B さんが A さんに言ってもおかしくないのに、B さんは何も言わず A さんの話をうんうんと聞いていたんです。で、二人の会話が終わった後、私は B さんに聞きました。なぜ A さんに対してもう知っているよということを言わなかったんですかと聞いたんですね。そしたら B さんは答えました。確かに私は知っている内容でしたと。でも A さんを通して見た物事を聞くと、また別の見方ができるんではないかと思って A さんの話を聞いていたんですと、おっしゃったんですね。B さんの懐の深さに驚きました。そして A さんの姿がなんだか大変残念に感じたんですね。また自分も A さんのようになってるんじゃないかなというふうに思いますし、なかなか B さんのようにはなれないなと感じたわけです。二条たちは非常に優秀な人たちですから、私たちが比較しても良い方々ではないんですけども、むしろ逆にそういった優秀な二条たちですら陥ってしまう落とし穴があるということです。ですから仏様は、まず二条たち、ここではシャリホツに対して、あなたは誰でもない、あなたは二条なんだと、あなたはシャリホツなんだということを教えるわけです。後に正門の方たちは、我らは今、真にこれ正門なりと宣言します。自分は正門なんだと。正門の人が自分は正門なんだって言うなんて変な感じがしますけども、これすごく大事なことなんです。仏様に教えを説いていただいて、自分たちが誰であるかに気づくわけですね。正門たちというのは、二乗たちというのは、いつの間にか自分たちは二乗であるということを忘れて、なんだか自分をとっても大きなものとか、立派なものというものに勘違いをしてしまっていたのかもしれないですね。ですから、我らは今真にこれ正門なりと、気づくことによって、そこからまた一歩を踏み出していくということができるということになったわけです。自分というものを悟ることで初めて行き先も見えてくるんですね。そこに気づかせるために、ここから仏様は徹底的に仏と二乗との違いを指摘していきます。それだけ指摘しないと気づかないほど二乗たちは迷ってしまっていたんだと思います。仏様は決して二乗たちを突き放したわけではありません。難芸難入というのは、下しがたく入りがたしといって、無理だと言ってるわけではありません。とても難しいと言ってるわけですね。ですけども、その仏様の知恵と二乗の知恵というものを、大きな、今、現時点で大きな隔たりがあるっていうことを気づかせることによって、二乗たちが自分たちは二乗であるということを真に悟っていくっていうことをしていくということになります。つまりは何度も言うんですが、自分というものを悟ることで
初めて行き先も見えてくるということがあるんです。私たちは迷子になった時に目的地までの道のりが分かっていないと思っていますが、多くの場合、分かっていないのは自分がどこにいるのかということです。よくお寺に電話がありまして、お寺への行き方が分かりませんと言われることがあります。その時に道案内をするんですけども、今どこにいらっしゃいますかとお聞きすると、大体皆さんそれが分からないんですね。逆に言えば、今自分がどこにいるかが分かれば、目的地までの道のりはおのずと分かるということになります。自分が誰であるかが分かれば、これから自分がどうするべきか、どう生きていくべきなのかも分かるということですね。もうずいぶん前ですが、ラジオでこんな話を聞きました。ある作曲家だったと思いますが、その方が自分の半生を話しておられたんですね。曲を作るようになって、1曲2曲ヒット作を生み出すことができたそうです。ところが、そこから曲が書けなくなった。曲が書けないどころか、自分がこれからどうすればよいかわからなくなってしまったそうなんですね。試行錯誤するけど納得できるような作品は作れない。本当に行き詰まってしまって、もうやめようと思ったそうです。そしてやめようと思って田舎に帰ったそうなんですね。そこで両親と何気なく話をしたそうです。自分の小さかった頃のこと、両親の小さかった頃のこと、それがとても心に響いたので、おじいちゃんやおばあちゃんのことを両親に尋ねたそうです。両親は、それなら自分で聞きなさいと、おじいちゃんとおばあちゃんと直接話をすることを促したそうです。おじいちゃんとおばあちゃんの幼かった頃のことを聞き、またご先祖さんの話も聞いたそうです。そうやって自分につながる人たちの話を聞いて、今自分がなぜここにあるのか、自分がいただいている命というものを強く感じたそうなんですね。そうやって自分というものを理解し、受け止めたことで、おのずとこれからどうしていけばいいか、どうやって生きていけばいいのかも見えるようになったとおっしゃってました。そして作曲活動も続けることができるようになったそうです。もしこれから先どうしたらよいかということに迷ったら、まずは自分を顧みるということはとても大事なことだと思います。そして自分というものを教えてくれる人、両親やご先祖、友人、そういった人たちのことを大切にしていかなければいけないと思います。二条たちはありがたいことに仏様ご自身が二条たちそれぞれにあなたは何者であるかということを教えてくださるわけですね。では、なぜ仏様と二条の知恵にそんなに歴然とした差があるのでしょうか。それはなぜかというと、先ほどのお経文に続いてこう説かれているんですね。仏はかつて大変数えきれないほど多くの仏に帰依し、計り知れないほどの仏道を修行し、堅固な意志で苦難を克服して修行に励んだからだと、こう説かれています。ここで仏様の大変遠い過去世も見えてくるわけですね。こうやってちらちら見えてくる感じが法華経の面白いところです。仏様は大変な時間、大変な修行をしてきたことで知恵を得たと。それは二条あなたたちの日ではないのだよということですね。そしてさらにシャリホツに重ねて説かれていくんですが、それはまた次回のお話とさせていただきます。先日ご参加をいただいた方にこの動画を見ていますよと励ましをいただきました。本当にありがとうございます。雨の中ご参加をいただき、また温かい励ましをいただいて本当に嬉しく思いました。今後ともよろしくお願いいたします。では本日はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。